2トン500の力出るんですけども、2トンまで出るんですか。これは一体何ですか。800パイから1700パイまでいけるような、また今その作業でお困りの方はご検討いただけたらと思います。Tell me like a Hellcat. お疲れ様です。今回はクラス駅さんにお邪魔させてもらいます。こうパーって見てもやっぱり単線周りから使用する機会が多いので、ちょっと今回もおすすめの商品聞きながらどういう風に使うのかちょっとお伺いしていきたいと思います。いくら正規です。お世話になります。今回の弊社の一押し商品っていうのをご紹介を、また皆様ご存知ない商品なんかもご説明させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。さっきちょっと結構はい。これケーブルウインチ完成引きで皆様使われたことはあると思うんですけれども、皆さん大体これで2トン500の力出るんですけれども、2トンまで出るんですか。これで2トンまで出るようになってます。で皆さん物は大体知ってることは多いかと思うんですけれども、実はウインチもやっぱりテーマ引き込んだりとか危険性もやっぱありますんで、オプションとして弊社で安全としてケーブルウインチのシッタ保持装置っていうものがありまして、はい、ロープをこっち沖に引っ張っていくわけなんですけれども、はい、万が一滑らしたりとかしたらロープが逆走するっていうことがありますんで、こちらシメラーみたいな感じで構造で引っ張るときは別にフリーなんですけれども、万が一戻ろうとするときはこれでかかってくるので、パッとそこで止まってくれるので非常に安全に作業ができるようになっております。これは本体に組み込むもう形。後付けでできるようになってますんで、はい、ここを回してもらったらここでパンとフォークレースで取れるようになってます。なんで今持ってるウインチに後付けできますので、安全ちょっと気にされる方はぜひぜひこちらもご検討いただけたらと思います。ウインチ自体もちょっとこちらを先に言うと昔ながらのアナログなパネルっていうのもありますし、ここ最近ですけれどもそのデジタル版もちょっとディスプレイを液晶ディスプレイに変更しまして、今このような感じのが、はい、さっきのこっちの方についてますんで、これサンプルな展示会のディスプレイになっております。でこちらで張力の設定ができたりですね、はい、張力の設定をして、これちょっとサンプルで動かしますけれども、実際作業するとこう張力がどんぐらいかかってるで、指定した張力を超えると張力オーバーで止まるようになってます。なんでケーブルとかそういうのに過剰な負荷をかけないようにっていう保護機能が出ております。で本体現場外でやるとき中でやるときで画面が見づらいパターンもありますんで、そういう場合はモードを明るく、夜だと白色って感じです。そうです。野外モード、暗いモードって分けれるようになってます。さらに今これ来てる電圧も分かりますんで、現場どうしても100ボルト離れてるところもあると思うんで、場合によっては電圧効果って起きることもあるんですけど、その時もエラーが出ますんで、その時で作業環境を変えてもらうこともできます。結構野外で引っ張る時にドラムつないだりして電圧効果してた時があったりするんで、これあると一目で分かって便利ですね。そしたらもう電源環境を変えるっていう形ですよ、こういった保護機能も安全性も兼ねたウインチになってますんで、はい、昔からある商品も進化してますので、改めてのちょっとご紹介になってます。はい、ありがとうございます。次パワーボール、こちらも最近皆様いろいろお使いいただいているんですけれども、はい、それもいろいろアタッチメントが出ておりまして、パワーボール本体にラックに据えると取り付け台っていうのもあります。ラックの上に親桁に取り付けるって感じで、でこれパワーボールも小桁とかに直接置いてしまうともう幅を大半取ってしまうので、そうですね、その後にどんどん増えてくるときに大変なんですよね。ですけどこれは横側こう見てもらうと浮いてますんで、線引き終わりましたら奥へそうです、それを持ち上げてもうしまっていけますんで、もう決めていけますもんね。そうです。だからこの幅これだけでも使えるようになってますんで、かなり使いやすいようになってます。干渉してるのはこの1本だけなんで、ほぼフルでラックの幅使えるってことです。もう使えるようになってます。でもってこの台自体にもタップ切ってますんで、パワーボールのピッチごとになんで取り付けは簡単に4区でも2区でもってことですか。肉用のものになってます。そうです。肉は肉用であるそうです。ちょっと4区用はまだないです。台以外にも併用で後付け用としてこのパワーボールの4面アタッチメントですね。これは絶対いりますもんね。このラック台と併用はできないんですけれども、こうセットすることによって、実際はこのベースと取り付けに合わせてやるんですけれども、ここのベースとこの取り付けピッチとここをはめる感じですけど、パワーボール本体にこれを組み込む取り付ける形ですね。そうすることによって一発目にパワーボール通すときに浮き上がらないようにできるという。そうです。特に縦とかやと結構溢れてきちゃうんで、そういった縦の時なんかには2つ用意していただいて抑えるっていう目的の。だからちょっとこの高さがあってもパワーボール専用の。そうですね。
構造にできるようになってますんで、プロになってるんですね。高さも簡単に調整が。すごい。だからもう細いものになると、もうこうやって簡単に。これはでもセットで買った方がいいですね。そうですね、セットで買われる方は非常に多いですね。もう本当にすでに持ってる方も後付けでできますんで、こういったパワーボールのオプションっていうのもいろいろまだまだうちで取り揃えてますので、ぜひぜひ持っている方、これから検討される方は弊社のこのパワーボールを利用していただければと思います。通常のとバリエーションのこのタイプ僕初めて見たんですけど、タイヤみたいな。そうですね、こっちも同じくパワーボールでして、この背の低いタイプ、この狭いこのラックの多段ラックの中でもこうやって入れられるっていうものになってます。ああ、そういうことか。この手前に引き出すのはあれです、見本用のこのスライドなんで、無視してもらったらいいんですけど。150ぐらいですか。そうです、158ですね。158で160ぐらいのスパンでいけますね。実際入れたらこんな感じになりますね。こんな狭いところで使えるパワーボールになってます。そうです。こっちだと高さがあるんで、この2段組とかのラックの中には入れれるのはちょっと難しいですよね。そうですね。で、違いとして力自体は両方とも200キロ出るようになってます。違いとしては仕上がり外径できるケーブルの太さですね。こっちの丸玉の方ですと仕上がり外径が100パイ325までいける。こっちにちっちゃいのは65パイまでですね。250までっていうことです。それでも十分ですね。はい、であと本体ちょっと軽く作ってますんで、で軽い方がいい方、やっぱベーシックにいろいろやりたい方っていうことでお好みで選んでいただいております。ちっちゃい方もいいですね。ちっちゃい方でほぼほぼ250までやったら賄えそうな気も。もう全然賄えますんで、はい、325はねなかなか引っ張れへん。最近ちょっと250が増えてきてますね、工事では。250ダブルとか、やっぱり太いんで。やったらっていうところがありますので。そうですね。はい、ありがとうございます。あまりよそにないもので、こちらのこの長い商品なんですけれども、これは一体何ですか？すごく気になってたんですけど。ケーブルドラムの管線引き出していたら結構回ってきちゃって、ケーブルがたわんだりとか。勢いでちょっと怖いなという時、皆さんちょっと場合によっては手で止めるとか木材持ってるとドラムの端にねつばに当てたりってあると思うんですけど、でかいドラムとか、鉄ドラムとか木のドラムとか怖いじゃないですか。危ないです。これね手袋とかしてたらこう引っかかってそのまま負け込まれる可能性もありますので、非常にそういう危険性がありますので、こちらですとこれ繊維のゴムベルトになってますんで非常に耐久性があるものなので、鉄でもささくれたドラムでも大丈夫なようになってます。使い方としてはこちらこれでペダル踏むとこっちが上がってくるってことですね。上がってくるということですね。ドラムサイズによってこの上がりしろとかこの長さっていうのは調整ができるようになってます。ここのボルトとかを緩めたらもっと長く延長ができて、結構でかいドラムでもいけるんですかね。今これ小さい状態にしてるんで、800パイから1700パイまでいけるようになってるんですけれども、1700って海外ですもんね。そうです。伸ばしたらさらに2800のドラムまでいけますね。2800はさすがに使ったことないですけど、もうブレーキができるということです。そうですね。完全に止めるというのは回転を抑えるっていうところですね。回転を抑えることによってケーブルがたわらずにいけますんで、結構ね回してたらねやっぱりドラムの方が速くてちょっとずつこう膨れてくるんですよね。で間に入って出なくなったりするんで、ブレーキ機能はあったら助かりますね。そしたら均一にスムーズにより管線の引きができるようになってます。操作もペダルで踏むのもできますし、もしくは単管パイプどこでも入手できるやつをここに挿してもらって、任意の長さで手でレバーでも操作できるようになっております。こちらの片側1つでブレーキがかけるで問題ないようになってます。2個セットじゃなくて1つで大丈夫。1つで大丈夫になってますね。2つになるとやっぱ2人いて操作が非常に大変になってますので、こういった非常に便利な安全性もあるものになってますので、ぜひぜひこれもまた今その作業でお困りの方はご検討いただけたらと思います。今回うちの方でも昨年末発売したケーブルの落とし込み装置っていう形でして、今まで縦管線っていうと1階から上に引き上げてましたよね。あれがやっぱなかなか重労働、めちゃめちゃ大変です。やっぱ重いケーブルを重力に逆らって上げる。そうですそうです。そうなるとさっき言ったウインチとか、いろんな部材関係にも負担かかりやすい。でこちらの商品なんですけれども、逆にドラムをケーブルドラムですね、屋上とか最上階からとかですね、上の方にもう設置してもらって、で上から指定の回数へ落とし込んでいくっていうものになってます。このキャタピラーみたいなのが回転する。そうです。キャタピラーみたいな構造で、ごめんなさい。普段からブレーキがかかってるんですよ。でゆっくり落とし込んでいくっていう形ですね。で止めてもこれ止まってますんで、ストップがかかってるって状態です。だから万が一これいきなりズドンと勢いよく落ちるってことは絶対ないようになってます。だからちょっとこう詰まった時とかに止める時とかはもう上で人がこう踏ん張ってたっていう状態だったんですけど、これがあればもうストップかければそうですね、元かんでいいってことですよね。だからこれで加えるのは
安全荷重として100キロまでですんで、はい、それプラスでその勢いよくじゃなくてちょっとでもこのブレーキからさらにそれを超えて動き出すっていう時に弊社でウェッジグリップっていう商品なんですけど、それはちょっと今回改良版新しくなった。そうですそうです。普段こう落とし込むときは通しとっていいんですけれども、はい、万が一そのゆっくりずるずるっとケーブルが落ち始めたときに、レバーやるとパチンと常にはかかってないってことですね。かかってないですね。なんで最終の緊急ストッパーとして使えるようになっております。やばいと思ったらここのレバーを押すと押してあげると解除されてバチンと閉じるようになってますんで、なんでそれで完全にもう止めるという形ですね。で過負荷を取り除いてまた作業を再開していただくという形で、なるほど。だから二重の安全、この落とし込みの装置自体ではブレーキもかかって確実にケーブルを加える。でそれでも滑った時にこっちでストップそうですかけるってことですね。でその滑るに関してもこのキャタで一個一個確実に加えてますんで、はい、シースルーを傷つける危険性っていうのはないようになってます。そうです。当たる面積が広いので一つずつがこんだけ並んでるってことですもんね。そうです。この面全部でブレーキをかけてるっていうことです。はい。これすごいのがこっち見てもらったらさっき100キロまでっておっしゃってたんですけど、その100キロに換算する計算がもう出ちゃってるというか、そうです。連動するんですよね。だから1台で勝負するものでもないっていう。どういうこと2台3台を何メートルに1台、かけていけば60スケやったら53メートルに1台足していけるっていうのがあるんで、だからなんでインバーターボックスで複数台をいっぺんに連動させて下ろしていくっていう形になります。今でいうとね、どんどんビルとかでも高くなっていってるんで、そうです。これを何台も入れればっていうことですね。大都市になりますとやっぱ下にドラムを据えれる場所っていうのはあんま減ってきてるっていうところがあって、かといってじゃあその上から落とし込むっていう方法、万が一があった時が危ないので危ないです。必ず落とさないようにっていうための方法としてこの落とし込み装置、ケーブルプルダウンっていう装置と機械とこのウェッジグリップ2、この2つを併用させていただいてやってるようになっております。はい、これ解除するときは解除するときはここにあるレバーを引っ張り上げる。はい。でこれ今こう下に台車ついてますけれども、はい、この台車外してもラックとかに直接取り付けるするような形になってますね。はい、で実際のセットイメージがこうですね。これがそれですね。はい。でこれとこれがすごいっていう。もう上下で連携させて使う。そうですね。置く場所に関しては各皆様のノウハウっていうところが出てくると思うんですけど、次のフロアでも大丈夫。そうですね。イメージとしてこんなような形で。でこれこう写真で逆さ向けてるようですけど、実際これが正しい向きで、はい、終わったらそのまますぐに楽にベタっとケーブルを捕獲できるっていう。今これはちょっと見本用にこっち向けてるだけなんですけど、実際はこれを逆さにしてやってもらう形ですね。そういうことですね。はい。また弊社はこうその縦幹線もね、通常のファーボール横幹線の幹線工具っていうのをいろいろやってますんで、はい。コロとか金車とか、はい。でウインチからねじ切りからアングルパンチャー。奥もそうなんですね。そうです。幹線工事でどうしてもやっぱアングルとかで課題補強とかしたりするということもありますので、はい、アングルパンチャーをで、最近場所によってはステンレスを使うところなんかも出てきますんで、はい、で弊社のこのパンチャーなんかも材料にこうやって十字に毛がいといていただいて、はい、でこのようにプレートのこの切れ目合わさせていただくとこうセンターがスッと出せるようになってます。合わせやすいですね。これもちろん刃先に突起はあるんですけれども、はい、非常に位置合わせのスピーディーさができるようになってます。もう台座で合わせられるってことですね。そうですそうです。十字毛がいとか結構今までのやって自分たちでこの幅とか測ってそこを描くようにしてやってたんですけど、これだと十字一発でいきますね。そうです。簡単にできます。で今これうちも駆動式になってますので、はい、パンチャー刃が悪くなりますと引っかかることが、これあえて今引っかからしてるんですけど、今までこれ引っかかったらこう叩いて外してたんです。抜けなくなるんですよね。この時にもう一回これスイッチをしまうと油圧でバックするんで最高です。もう叩かなくていい。それによって刃も痛めない、スピーディーに作業ができます。もうね、結構使ってるパンチャーとかだともうみんなしばきまくって外してるみたいな感じだったんで、それで刃が余計かけちゃったりとか、そういう手間がいりませんので助かります。これはで本体も軽いですし、これモーターもこう360度も回りますんで、
だから好きなポジションでできるようになってます。はい、ありがとうございます。すごいやっぱいろいろ専門知識の多いお話を聞けたんで、やっぱりどうしても僕らだけでは発想そこまで至らないところとかも全部こうやっぱり職人さんの意見でやってはるなっていうのがすごい伝わったんで、すごい勉強になりました。でこういう新しい製品を使ってやっぱり向上することで安全性も上がっていくのではないかなと思います。すみません、倉瀬さんありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様安全に作業していただけますようよろしくお願いします。でまたその新商品っていうのは我々皆様の意見が必要ですので、遠慮なく弊社の方おっしゃっていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございまありがとうございます。今回はプラスバイプラスのブースの方にお邪魔させていただいてます。池田です。何かプラスキャド電気です。キャドですか？キャドでもあります。電気でもあるんですか？電気工事屋さんが使うキャドソフトおでもあり、見積もりソフトでもあるなるほど請求書も作れちゃう。なるほど。はい、じゃあこれ1個あったら全部いけちゃうじゃないですか。その通りなんです。やば。めっちゃ便利です。アピールポイントを教えてくださはい、大きく2つあります。い。はい。1つ、めっちゃ簡単です。めっちゃ簡単できます。そこ大事。はい、2つ、買った後々安心のアフターサポートがついてます。はい、お困りごとあったら即座に解決させていただきます。24時間。それはちょっとできないはい、でもあれなんですか、基本的に電話したら遠隔サポート、リモートサポート、あ、遠隔とリモートもあるんですね。 LINE のサポート、へえ、はい、なるほどいろいろやってます。なるほどね。CAD から何から、はい、すごい。ちなみに簡単とおっしゃいましたが、1年生でもいけますか？いけます、いけますか？はい、すげえ。ちゃんと操作指導も整えておりますので、安心してご利用いただけるようになってます。なるほどね。ぜひキャドを使う方は。プラスバイプラスのブースまでお立ち寄りください。ちなみにこれ何なんですか？無敵ペンです。無敵ペン。はい、どうも敵？水平器ついてます。ほセンチメートル測れて、インチ測れて、なんとネジも回せます。う、すげえ。これはマイナスもいけるんですか？マイナスもいけます。おおすごい。何これめっちゃ面白い。で、なんとなんと。スマホも立てられます。お、すごっ。あ、そういうこと。ふん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 。へえ。無敵でしすごいですね。でボールペンにもなるんですか？ょ。もちろんボールペンでも。それでボールペン機能がなかったら面白かったりな。タッチペンですみたいな。ボールペンではございませんみたいなね。はい。ペン言うときながらあえて。無敵ペンでございます。これ欲しいですね。ぜそれ面白いね。はいひ。これは普通に売ってるんですか？非売品で。非売品。プラスバイプラスブースに立ち寄っていただいて、アンケートにお答えいただいた方にのみお渡しさせていただいている非売品です。はい。数に限りがありますので、どうぞお早めにお立ち寄りください。なるほどね。お待ちしてます。ではプラスバイプラスさんで、はいプラス CAD、はい電気アルファはいのデモンストレーションといいますか、はい見せてもらえるということで、はい。ちょっと見たいんですけども、これはどういうソフトかっていうのを簡単に説明してもらえますか？はい。いわゆる CAD ソフトとお見積もりソフトがはいガッチャンコ、はい。トム・ブラウンしちゃったようなソフトですね。ほう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 。はい。CAD ソフトで図面を書き上がると材料の拾い集計が自動で完了しまして、はい。そのまま見積もり書請求書を作っていくことができると。ははははい。操作としてはもうとにかく簡単です。はい。あとは万全のアフターサポートも整えておりますので、ほう入れていただいた後安心してお使いいただくことができます。はいはい。では早速デモンストレーションを始めさせていただきます。はいキーボードは触りません。はい。これプラスキャド電気と言います。はははい。立ち上げますと、ご覧の通り見積書、請求書、CAD といったメニューが出てきますと。はい。はい。今日見積書、CAD 図面から見積書という流れで見ていただきます。見積書を押しますと、はいこのような本棚が出てきます。はいはい背表紙にはいわゆる見積書の提出先、元請けさんの名前を付けて管理することができます。はいあと時系列で管理することができますし、はい種別ごとに管理することもできますと。はい例えばこのお客さんに見積書を出します。はい押します。そうしますと、じゃあこんな感じで作っていきますと。はいここで CAD って押すと、はい見積書に対して、はい CAD 図面を25枚まで紐付けて管理することができますと。はいはいで、新しく図面を作る場合はグレーのボタンを押して紙の種類と向き決めていただきますと、CAD 図面が新しく立ち上がりますと。はいはいはい、で、元請けさんからもらった図面が、いわゆる JW とかオート CAD とか、こういったものの読み書きの互換性あります。はいですんで、いわゆる JW CAD の図面なんかを選んでみて乗っけてみます。
はまあ、こんな感じで読み込むことができますと。はいでここに電気作図、建築図面とメニューの切り替えができるようになってますんで、建築図を一から書いていくこともできます。はい。CAD としても使えるってことですね。 CAD としても使えますね。まあ、建築は今回カットしまして、例えばコンセントと、まあ、コンセントのシンボルもいろんなものを取り揃えてます。つけたいものを選びましたら、例えばつけたい壁に対してつけたい位置でクリックと、つけたい壁のつけたい場所でクリック、こんな感じで自動的に向きが変わりますっていうような感じで取り付けられるということですね。まあ、スイッチなんかも同じ流れですね。スイッチも壁に対してきれいに向きが変わると、こんな感じでシンボルの上に取り付けることもできちゃいますと。照明器具は天井に取り付けるかと思いますけど、例えばシーリングなんかをこの部屋の真ん中の例えば角と角でクリックすると、こんな感じでピタッとつけることができると。センターに来るんですね。これがセンターです。センターですね。センターで角と角でクリックで取り付けられると。あとはまあ配線、これも簡単なんですね。これも配線の形選んでもらったら、ここで VVF ですかとか、162シンですかとか選んでいただいたら、シンボルとシンボルを選んでルートを選んであげるだけで書けますと。シンボルとシンボルでルートを決めると、こんな感じでカット処理なんかもしてくれますと。こんな感じで CAD が書けますので、うちのソフトの特徴、ポイントここですね。広い集計をして集計ボタンを押すと、なんと拾い出しが完了していると。メーター数に材料の個数ですね。これ図面へ作画って押してあげると、図面の余白に表として貼り付けてあげることができますとか、判例表、このように貼り付けてあげることができると感じです。でこの工数とか出るやつは、このままいきますね。積算へと押してあげると最初の画面に戻ってきまして、この追加すると、で項目として工事項目つけてあげて、この中につけてあげるとこんな感じで金額が出てきます。でここからまた見積もりボタンを押して選んであげると、こんな感じで出てくるというイメージです。すげえ。で部掛けとか自分で決めて設定しておくんですよね。ここで決めておけると。で材料に関しては、とにかくいろんな材料を収録していると。1回、2回、3回入れてあげると、こんな感じで選んでいくことができますと。プラス電気アルファということですね。これは電話したら説明してもらえるんですかね。説明させていただきます。フリーダイヤルご用意してます。ありがとうございます。じゃあプラスバイプラスさんでした。プラスバイプラスです。ありがとうございました。お問い合わせお待ちしてます。次はねピーカーコーポレーションさんに遊びに来てたんですけど、にぎわい市なのでね、この前も撮らせてもらって、今日もいろいろ持ってこられてると思うんですけど、まず何見ましょう。おすすめというか。そうですね、ちょっと新商品をまずちょっと見ていただきたいなと思っておるんですけども、これドラムスタンドなんです。一応200キロまでのスタンドなんですけど、今までやったら、ジャッキを立てて、ジャッキを上げないといけないんで、ジャッキが重たかったりとか、それがつけ大変やったりしたと思うんですけど、うちこれやったらテコの原理使いまして、すげえ。これで後ろからこれで運んでもらいます。これはすごいですね。これで現場まで持って行ってもらって、設置するときによいしょ、これ立ててもらって、おのまま使っていただいたら OK だ。ってことは今までジャッキをやるときに2人でこう持ってってやってなんかない。そうなんです。ちょっと触っていいですか。こう持ってこれはすごい、めっちゃ楽ですね。めちゃくちゃ楽なんです。ピカさん、失礼なんですけど、脚立専門なんかな思ってたんですけど、やってはるんですね。そうです。アルミに関することでいろいろやらせてもらってまして、こういう曲げの加工だったりとかって結構難しいんですけど、うちはやれると。で、鉄の単管パイプさせていただいて、これで長さもすぐできるんで、使わないときはもうコンパクトにしてもらえるっていうことがあるのが、かなり特徴的かなというところなんで、ぜひもう本当にもう今発売したばっかりの製品になりますんで。これですね。はい。なんていうダス200。はい。
ケーブルドラム用運搬沿線スタンドということで、はい、こういう完線引きとか多い業者さんね、はい、すごい便利だと思います。はい、でこれ外すことでコンパクトにできると。そうですね。はい、はい、次の面白い商品何いきましょう。あとは以前ちょっと説明させてもらってるスタッピー、はい、丈夫操作のシリーズなんですけど、はい、もう一個、はい、見ていただきたいものがありまして、はい、こちらはしごですか。電柱はしご。電柱はしごになってくるんですけども、電柱支えがついているタイプのはしごですね。一番上についてるやつですか。一番上に電柱支えがついてるタイプになるんですけども、こいつも実はここで握るだけで足がすげえ調整ができます。真ん中を押してもらうと両方足がこのスライダーで足伸びるタイプってまあないですもんね。まあないですし、もしあったとしても、はい、下で足を伸ばすってなってくると、はい、結構プロの方皆さん足でガッガッとされること結構多いと思うんですけど、ね、こいつら握るだけで、こいつのいいところが縮める時が下こうやりながら縮めないといけなくて大変やったんですけど、こいつやったらここ握って下ろすだけなんで、これは楽ですね。パパッと持っていけると。ところで、この業界で大人気でやらせてもらってます。これはいいですね。はい、電柱支えもオプションでつけることができてっていうところですね。今はもうこのジャンボ限定で、はい、この電柱支えがついてる展示会価格で特別展示会価格でやらせていただいているものになりますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思いますので、はい、お願いします。あれはまだ発売してないですか。あれは黄色いやつ。あれ発売してます。あれいきましょう。はい、失礼します。はい、で今ちょっと気になったんですけど、これは何ですか。これ脚立の小物とかを置いておくのに便利なバッグですね。メーカーの純正品ということで、ここにもちゃんと鉄の芯みたいなの入ってまして、きっちり形も形状固定できますし、しかも、このまま使ったまま畳めるので、持っていってもらって、現場で使って、現場に置かれているような資材だったりとかポポッと置いたりとか、ビスだったりとか、そういったものもね簡単に置いとけるんで、これいいですね。工具とかね、こっち工具で、ビスだったりね、ジョイント材であったり、そういうのが置いとけるということで、やっぱり工具を出してくると、やっぱ工具箱に直すときには綺麗に直したいと思うんですけど、そうですね。これであれば仮置きといいますか、直す前に一旦置いとくというか、そういったこともできるので、几帳面な職人の方にも好評いただいてます。はいはいはい。これもう一個下でもつけれるってことですね。ダブルでもいけるってことですね。やろうと思ったらこの高さでお願いしたいですね。この高さで一応今までの他社さんとかの製品とかってこういうところで握ってるっていうところではあるんですけど、うちは上をちゃんとベルトでパチッと止めるような形になるので、ある程度重たいものを乗せても落ちたりせずきっちりホールドできるというようなものになってますね。わかりました。お願いします。他サラサラっとこんなんあります。できますか。そうですね。はい。じゃあいろいろ面白いもの見せてもらったんですけど、他にもいろいろねやられてるってことで、例えばどんなものが。はい。前回も見てもらったようにこういったパイプ製の足場とか、これ畳んだらもうライト板にも積めるようなすごく軽量なタイプ。なんて言うんでしたっけこれ。これハッスルタワーと言います。ハッスルタワー。はい。こういったものですね。これは結構現場でね据え付けといたら楽ですよね。そうですね。でこれ動かせるしね。はい。これあれしたら動かせるやつでしょ。そうですね。キャスターとかで動かすこともできます。移動もできる。はい。これはなんかいかついですね。これも昇降作業台と言いまして。しかも電動ですか。はい、電動です。バッテリーで動く。うわすげえ。ちょっとした高所作業車みたいなもんですね。そうですね。弊社のやつは高所作業車ではなくて、高所作業台と申しまして、基本的には移動は手押しになる代わりに、高所作業車でいう車検であったりとか、必要な特別講習が必要だったりするんですけど、これに関してはあくまで台になるので、誰でも乗ってもらえて、で、誰でも手押しができてっていうような製品になってます。何メーターまでいけるんですか。これは 4.6 メーターまで行くことができます。いくらなんですか。これは今ちょっと出てないかもしれないですね。大体50ぐらいですか。いやいや、もっともっとです。もっと、かなり金額的には張ってる商品かなというふうに思います。
まあ、大きい現場に1個置いといたら、ね、そうですね。はい。はい、ご検討いただけたら。はい、デモの方もさせます。はい、ではしごとか、はい、はしご。長い脚立とか、FRP 製のはしごもやってます。FRP 製、はい、絶縁ですね。ああ、そういうことですね。電工事関係であれば、必要なものもあると思いますんで。はあはあ。でいろいろ撮影させてもらってありがとうございました。まあ、結構脚立の中でも便利ないろいろ作られてるということで、まあ、うち電気工事系の職人さんが多いので、ね、ここ職人さんに向けてメッセージなどもらえたら。はい、ありがとうございます。弊社では足場に関して皆さんの安全を守るためにいろいろと製品開発させていただいております。一度触ってみていただいたら非常にいい商品と分かっていただけるかと思いますので、ぜひ展示会場でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次はカクタスさんのブースに遊びに来させてもらいました。こう、まあ、ずらっとカクタスさんといえばの商品がずらっと並んでて、EY1の時でもこうやっぱり油圧を使ってオプションの商品でこういろいろとできるようになっていて、やっぱりこう僕らで使うような奥から紹介していきたいと思います。カクタスさんのブースにこういうちょっと僕ちょっと専門的な知識はないんですけど、ちょっとカクタスさんの今の推しということなので、一回お話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。こちらの商品なんですけれども、従来の紫外線を使った除菌ランプ、従来の紫外線を使ったランプ、人に当たってはいけないというものがあって、今使っている222ナノの波長の紫外線というのは、人が当たってもいい安全であると言われている波長でして、人のいる環境の中で使っていただける除菌ランプです。昨今のコロナの時ですとか、他にもインフルエンザとかですね。なんか動いてますね。そうですね。紫外線作っていく時に発生するガスをちょっと歴史させてるぐらいですね。これを部屋に自体置いていくという形です。それで置いていただければ、空気も循環しておれば、25平米ぐらいの部屋が30分で 99.9% 除菌できるっていうようなデータも出ておりますので。保育園とか病院とかに。そうですね。いろいろな人が集まる場所ですとか使っていただけるといいなと思ってます。商品の名前はエビオ。こちらですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ順に行きましょうか。こちら僕ちょっと前からある商品とはお伺いしたんですけど、ちょっとユウさんじゃないですけど、黒金やな。金色で、これも金色なんですよ。こことここが。でもうだいぶ綺麗で、これ60スケまでの圧着なんですけど、一回りちっちゃいんですよね。3サイズぐらいあった。250。ちょっと一回りちっちゃくて60までの圧着で軽そうでいいね。そうですね。なんか多分他のに比べたら全然、あとやっぱり頭が重たくないんで、まあこうならないですね。こう持ったらまっすぐいく。でベースもちっちゃいから、盤の奥とかでも作業しやすそうですね。他のメーカーさんやとこう長いのもあるんですけど、逆に、短い方がそう短くていつものやつっていう感じだと思う。いつものような。いつものようなない。この圧着が主流じゃないですか。まあこれが250までいけるラインの形と同じで実際圧着が多い。あ、そういうことです。それがいつものやつっていうことね。はいはい。っていうのもある。ワンサイズダウンもあります。ダウンバージョンもあります。こっちがアングルパンチャーですかね。アングルパンチやね。これが325までのやつと合うのかな。ベースの方が大きいから。ああ、なるほど。でかいね。でかいですよ。でかいね。でかいね。遊びに来てくれました。この僕ら電気屋さんが使うって言ったらダクターレースウェイの形ですよね。これだからここを変えればレースウェイでもハンガーレールでもいけるっておっしゃってたんで、これ何に切り貼るんでしょう。この形またちょっとそうやね。何の形なの。これ L アングルちゃうかな。 L アングルをそのまま。じゃあ L アングルですか。これ何をSR のラックをラック切るのはやっぱバンド層で切ってたのがこれで全部含めなんですけど、切り子出ないですよね。出ない。切り子出ないのがすごい。こっちは切りカスがちょっと5ミリです。ちょっと塗装面が出てくるのかな。でもまあバラバラにはなる。厚み分がちょっとロス5ミリ。別に鉄くずっていうよりかは鉄くずその5ミリの分だけロスが。
5ミリほど短く。真ん中をこの厚み分ですね。あ、でもこまごましたゴミにはならないです。これは真っ二つに切るんですけど、なるほどなるほど。 5ミリ分だけ。ちょっと厚み分だけロスが出ますよってことですね。わかりました。ここにちょっとカスが溜まってます。あ、でもほんまに細かい。トロンって出てくる。大きい加工場もいらないですね。こんな散らばってウィーってやるものでは。切り子とか火花とか出たらダメ、現場とか。はいはい。っていう要望がラップも切れるんですね今。もっと QR 用もあるんですけど、これちょっと持ってきてないんで。 QR はちょっとさすがにちょっとでかくなっちゃいますね。ありがとうございます。流れていきましょう。じゃあ325までいける。大きいですね。やっぱり頭が重そう。ちょっと持ってみて。持ってみていいですか。僕が持ったらちょっとちっちゃくなっちゃうかもしれないですけどな。これカバーかっこいい。なんかすごいですね。ここの油圧のカバーがちょっとミリタリーチックで。ちょっとこう多分肩掛けできるんでしょうね。ちょっとそうやそうやな、重たいもんな。これ似合ってるで。ちょっと325担当これから。でもね、ここ一番重たいじゃないですか。離してもね、おほんまや、このバランスなんですよ。こうじゃないです。こうでもなくて、このバランスなんです。ちょうどいいとこしてんな。そうが一番多分重心っていうことでここにつけてはるんかな。はいはいはい。これはこれで325のサイズもありますよ。こういってここにかけとったらこのまままた両手空いてあ、そうやな。いけます。で325に付属するアタッチメントも出てます。圧縮もいけるということで。カッターもいかついカッターついてます。でこっちがこっちがね、まあ325のケーブルカッターですね。ケーブルカッターでこれは C コンやね。 T コンという T コン、T コン用専用かなの圧縮があり、 C コンも売ってたら面白いもんな。僕最近今回初めて知ったんですけど、はいはい。このテカテカな感じわかりますかね。この映ってるよ。鉄な感じじゃなくてテカテカな感じのこのゴムのちょっと保護みたいなのが入ってて、これいいね。これってどういう用途についてるのかあるんですかね。まあ養生というかぶつけても大丈夫ですよ。こっちの方が硬いから盤の中とか傷つきにくくなるんですよね。それはやっぱ重たいし、ゴムってぶつけたらやっぱり傷いったりするから、まあそういう保護も考えられてる。これは一緒かな。250。これが一番定番ですかね。250までっていう圧着で、それ用のケーブルカッターアタッチメント。あ、でこれパンチノックパン。ノックパン。これがもう一番これ最近よく見るけど便利やね、やっぱりね。電気屋の憧れじゃないですかこれ。ちょっとまた一つやっぱ僕ら75とかそれ以上になってくるとガチャガチャ油圧でガチャガチャすんのほんま大変なんですよ。でサスとかやったりしたら最後いけへんかったりするの。一発だから電動になったら助かりますね。これ10発開けてって言われたらまた全然しんどいですから仕事やもん。下の開けてからそれが一発で済む。でこれがレールパンチ手動であったと思うんです。それのアタッチメントバージョンということで、これ置けるのがいいですね。土台がついてるから、穴開けやすそうやな。もう据え置き型で加工場に1個置いとくみたいな。で先言い忘れてたけど、このハンガーレール切るやつは下にこのレールパンチもついてるんで、切ったらそのまま穴も開けれますよと。これがダクター用で、ここ変えれるみたいなので刃変えて。なるほど。でもレールって基本切ったら穴開けると思うんで、下にそのままついてたら便利ですね。と100ボルトでも使えるやつあったりとか、でまあハンドカッターも出てますよ。これでかいな。大きいですね。この端っこは52ミリで、タケノコもあったり、これセットか。はい、こんな感じでカクタスさんでした。最後フジリ君お願いします。はい、ご存知の方も多いと思うカクタスなんですけど、1個ずつ商品見たらやっぱり新しい発見って絶対あると思うんで、またこう持ってて他のものこれが欲しいなってオプションの選択もできると思うんで、まだまだ新しいものってやっぱり出てくると思うんで、またカクタスさんのブースにお邪魔させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。